空中哲学チャンネルへようこそ。今日は古代ギリシャに戻り、プラトンに導かれながら人工知能の課題に向き合い、人工知能から自然の知恵と移行していきましょう。はい、よろしくお願いいたします。リスナーの皆さんにまずちょっとお願いしたいんですが、今あなたの目の前にあるスマートフォンとかパソコンの画面を少し思い浮かべてみてほしいんです。そこには人工知能が生成したまるで魔法のように完璧な企画書の文章とか、あと息を飲むような 4K の高画質画像とかが映し出されているかもしれない、いますよね。そうですね、日常的な光景です。で、私たちは毎日それを見つめて、これが世界の全てだ。これが最も洗練された答えなんだって無意識のうちに信じきってしまっていませんかということなんですよ。なるほど。実はですね、本日お招きした専門家の方の文献によりますと、そのピカピカの最先端テクノロジーがなんと2000年以上前にプラトンが語った洞窟の比喩に出てくる壁に映し出された影と全く同じものかもしれないと、そういう驚きの指摘がなされているんです。今日はこのあたりを深掘りしていきたいと思っています。はい、改めてよろしくお願いいたします。私たちが今回の考察でぜひ皆さんにお伝えしたいのはですね、まさに今のホストの方がおっしゃったその驚くべき類似性についてなんですよ。類似性ですね。現代のテクノロジーについて語るときってどうしても人間が勝つか機械が勝つかみたいなすごく表面的な議論になりがちじゃないですか。よくありますね。仕事が奪われるんじゃないかとか。そうなんです。でも我々としてはプラトンの哲学というある種のレンズを通すことでですね、この人工知能をどう位置づけてどう付き合っていくべきかという極めて実践的な知恵を見出せるはずがと提案したいんですよね。いや、面白いですね。プラトンの洞窟の比喩ってリスナーのあなたもどこかで耳にしたことがあるんじゃないでしょうか。で、彼らの背後で燃えている火によって壁に投影された影を見ているわけですよね。そうです、そうです。で、その影を現実そのものだと思い込んでいるというお話です。でも、今の私たちが毎日便利に使っている人工知能がその影だっていうのはちょっとどういうことなんでしょうか。私たちが使っているのはもっと高度で実用的なツールのはずですよね。もちろん今の人工知能が吐き出す答えというのは非常に高度ですし精緻です。ただですね、我々が注目しているのはその本質的な構造なんですよ。構造ですか。人工知能というのは結局のところ過去の膨大な人間のデータ、つまりすでに起きた出来事とかテキストを計算して確率的につなぎ合わせたものを出力しているに過ぎないわけです。なるほど。過去のデータの組み合わせ。そうなんです。ですから我々の分析から言えば、それはまさに過去の情報の影なんですね。過去の情報の影ですか。で、ここからが非常に興味深いところなんですけれども、問題はその影があまりにも高画質であまりにももっともらしいというところなんです。綺麗すぎるからこそですね。はい。そのせいで私たちがそれを真理とか絶対的な正解だと錯覚してしまうんですよ。プラトンが言うところの雑多な道具に過ぎないものに執着してしまうんです。それは痛いところを突かれますね。影が綺麗すぎるから誰もわざわざ後ろを振り向いて本物の太陽を見ようとしなくなっていると。まさにそういう状態です。確かに私自身も経験ありますよ。リスナーのあなたもどうですか。人工知能にメールの返信案とか仕事のアイディアをパッと尋ねて、よくやりますよね。で、出てきたその標準的な答えをもうそのままコピーして貼り付けて終わらせちゃうことありますよね。その瞬間って私の思考は完全に停止していて、その高画質な影に 100% 依存しきっているわけですよね。誰にでもそういう経験はあるはずです。人工知能が提示する雑多な情報とかもっともらしい答えというのは確かにすごく便利なんですよ。本当に便利です。でもそこに完全に依存してしまうと、プラトンが警告したようにまさに私たちの魂の目がその影に固定されてしまう危険性があるんです。真理というのは単なる過去のデータの蓄積とか計算結果ではないですからね。と言いますと、もっと動的で私たち自身の内なる本来の善とか真理の源につながっているべきものなんですよ。なるほど。じゃあ、人工知能は私たちを騙す恐ろしい悪者だから、もう今すぐ使うのをやめて洞窟から外へ逃げ出そうという話になっちゃうんですか？いやいや、我々が主張したいのはそういう極端なことではないんです。違うんですね。ちょっと安心しました。はい。人工知能をただの悪なる影として切り捨てるのではなくてですね、
プラトンの思想をもっと動的に捉え直すことで、人工知能の本当のポジションというものが見えてくるんですよ。本当のポジション。ただの便利な道具でもなく、恐ろしい支配者でもない別の見方があると。その通りです。ここを理解していただくために、少しプラトンの思想の枠組みについてお話ししたいんですが。ぜひお願いします。多くの方はですね、プラトンの思想っていうと、完全な理想の世界、つまりイデア界ですね。それと不完全な現実の世界という2つに分かれた静止した2階建ての家みたいなものを想像するんです。はいはい。イデア界と現実界みたいな二元論ですよね。そうです。でも我々は文献の中でこれをもっとダイナミックな上へ上昇するための動的な枠組みとして再解釈しているんです。具体的には3つの次元で考えます。3つの次元ですか。それはどういうものでしょうか。まず第1の次元が善のイデアです。善のイデア。ね、これは形的な次元でありまして、究極の理想、私たちを導く太陽の光のようなものです。私たちが向かうべき目的地ですね。なるほど。一番のゴール目的地ですね。はい。そして第2の次元が一般のイデアと呼ばれる知識的な次元です。一般のイデア。これはですね、遠いカリガンにある理想と私たちのいる現実とを結ぶための動的な媒介、いわば弁証法の階段のような役割を果たします。ちょっと待ってくださいね。今、動的な媒介とか弁証法の階段という言葉が出てきましたけど、これって具体的にどういうイメージを持てばいいんでしょうか。そうですね。少し難しかったかもしれません。簡単に言いますと、膨大な情報を整理して比較して論理的につなぎ合わせていくプロセスのことです。ほうほう。例えば、これは A というデータに似ているけれど B とはこういう差異があるという具合にですね、特徴や違いを分析してより高いレベルの理解へと上っていくための強力な認知ツールのことだと考えてください。なるほど。バラバラの情報を整理して意味のある形につなぎ合わせたり違いを分析したりする作業、それってまさに人工知能が一番得意とすることそのものじゃないですか。まさにその通りなんですよ。我々の解釈において現代の人工知能というのは明確にこの真ん中の次元、つまり一般のイデアという知識の媒介に位置づけられると考えているんです。真ん中の階段の部分に人工知能が来るわけですね。そうです。人工知能はデータから重み付けを行って形質変換を行い差異を分析しますよね。これは私たちが現実から理想へと向かうために使う巨大で精巧な階段なんです。いやー、ここからが本当に面白くなると思うんですよ。今、専門家の方がおっしゃったように、人工知能が単なる階段、あるいは媒介だというのであれば、なぜ私たちはその階段の途中に座り込んで、これで目的地に着いたぞって錯覚してしまうんでしょうか。人工知能がパッと出した計算結果を見ただけで、それが人間にとっての究極の善とか正解そのものだと勘違いしてしまう理由って一体何なんでしょう。それは非常に鋭い問いですね。我々の視点からお答えすると、それは私たちが計算によって導き出される一般のイデアと目的となる善のイデアを完全に混同してしまっているからなんです。混同ですか？はい。善のイデアというのは数学的な公式とか確率的な計算結果のことではないんですよ。そうではなくて、具体的な状況の中で、じゃあどうするべきかを照らし出す光なんです。人工知能というのは確かにこの一般のイデア、つまり論理的な計算はものすごく得意です。でもそこにはなぜそれをするのかという意思、善への思考性が全く欠けているんです。意思がない。なるほど。どんなに階段の作りが精巧で立派でも、階段そのものはどこへ向かいたいなんていう意思を持ってませんよね。確かに。階段が急にさあ上へ行きましょうなんて自分の意思で動くことはないですよね。意思を持って足を動かすのはあくまでそれを登る人間の側だと。そういうことです。つまり人工知能は媒介としての階段であり、人間こそが善のイデアへの思考という意思を持たなければならない。これすごく腑に落ちました。ご理解いただけて嬉しいです。であればですよ、この関係性を前提とした上で、じゃあ私たちは具体的にどうやって人工知能を概要する、つまり操っていくべきなのか、ここを少し車の運転に例えて考えてみたいんですが。どうぞ。
人工知能はいわば超高機能な GPS とかカーナビみたいなものですよね。はい、わかりやすい例えですね。膨大な地図データとか渋滞を避けた最短ルートなんかは瞬時に教えてくれます。これはまさに媒介であり一般のイデアです。でもそもそもどこへ向かうべきかという目的を決めるのは運転席に座っている人間の意思の役割じゃないですか。ええ、その通りです。いくら GPS が優秀だからといってその指示に従って目的もなくただ街の中をぐるぐると円を描いて走り続けるわけにはいかないですよね。全くおっしゃる通りです。これを我々の全体像に結びつけて考えてみますとですね、非常に重要なポイントが見えてくるんですよ。ほう、なんでしょ私たち人間が人工知能という媒介を使って理想、つまりカリヘンへと向かう際ですね、一時的な足場として人工知能を活用するのは当然なんです。でも本質的な覚醒に至るためには最終的にその雑多な足場、つまり人工知能への過度な依存を捨てるプロセスが絶対に必要だと我々は説いているんです。捨てるんですか？せっかくの便利な人工知能という足場を。パソコンを窓から投げ捨て子みたいな話じゃないですよね。あはは、もちろん物理的に捨てるという意味ではありませんよ。よかった。安心しました。プラトンは哲学のことを死の練習、あるいは魂の浄化と呼んだんですが、死の練習？なんだか無双な言葉ですね。これも肉体的な死のことではなくてですね、私たちが認識のプロセスで使った古い足場、つまり人工知能が出した表層的な計算結果への執着を心理的に解体するということです。執着を解体する。階段を上り切った後には、もはやその階段にしがみついてる必要はないですよね。純粋な善に迎合するためには、最終的にそのデータを手放して、自分自身の意思と向き合わなければならないんです。なるほど。ちょっと実務に落とし込んで考えてみてもいいですか？ぜひ。例えば、人工知能に素晴らしい企画書の構成案を作ってもらったとします。で、その構成案という足場を参考にして作業は進めるんだけれども、最終的にじゃあ、この企画で本当に誰を幸せにしたいのかっていう一番コアの部分を決断するときは、人工知能の出力画面から一旦目を離して、自分自身の意思で決めなければならない。これがつまり足場を捨てるっていうことですか？まさにその通りです。完璧な例えですね。出力結果をただ盲信するのではなくて、それを踏み台にしてあなた自身の善を見つけること。GPS の示すルートを使いこなしながらも、なぜその旅に出るのかを問うのは、常にハンドルの前に座っている人間でなければならないんです。なるほど。人工知能を踏み台にして、最終的には自分自身の意思で条約する。すごく納得できました。でもですね、私たちの毎日の生活って、頭の中の抽象的な世界だけでは完結しないじゃないですか。もちろんそうです。目的地を人間の意思で定めて、人工知能を踏み台にする。そのプロセスが最終的に行き着く先って、やっぱり現実のこの世界でどう行動するかだと思うんですよね。おっしゃる通りです。そこでですね、プラトンの思想における第三の次元、分有という概念が登場するんです。分有ですか？はい。ギリシャ語でメテクシスと言いますが、我々の枠組みにおいて、実はこの概念が最も実践的で重要になってくるんですよ。ちょっと待ってください。分有、メテクシス。なんか急に古代ギリシャの哲学の授業みたいになってきましたね。すみません。少し専門的すぎましたね。いえいえ。ただ、例えば火曜日の午後にオフィスで人工知能を使って一生懸命仕事をしている普通のリスナーにとって、その分有っていうのは一体どういう意味になるんでしょうか？はい。我々の日常生活に落とし込んで説明しましょう。我々としては、真理というのは遠い空の上にある手の届かない別世界のことではないと考えているんです。ほう。空の上ではない。分有というのはですね、人工知能を使った分析や思考の結果を現実の具体的な歴史的状況とか複雑な人間関係の中に完全に臨在させることなんです。臨在させる。もっと具体的に言うとどういうことですか？平たく言えば、現実の泥臭い文脈に合わせて血の通った行動として着地させるという倫理的な実践のことですね。血の通った行動に着地させる。例えば、あなたが職場で人間関係のトラブルを抱えていて、人工知能にチーム内の対立を解決するメールの文面を考えてと指示したとします。はいはい、やりがちですね。すると、人工知能は論理的で非の打ちどころのない完璧な標準的答えを出してくるでしょう。でも、それをそのままコピーして同僚に送信するのは分用とは呼べません。それはただのコピペですよね。そうです。
文様というのは、その完璧なテキストを一度受け取った上で、でもうちのチームのあの人はこういう言い回しを嫌がるなとか、今の会社の経営状況を踏まえるとこの表現は少し冷たく感じるかもしれないといったことを考えるプロセスなんです。なるほど。現場の文脈とか自分自身の倫理観を交えて文章を泥臭く書き換える。その通りです。現代の人工知能開発において、人間の価値観と AI のシステムを一致させるアライメントという言葉がよく使われますよね。価値観の整合性ですね。よく聞きます。多くの方はこれを人工知能の中に人間にとって安全な死んだ規則やルールをプログラムすることだと考えているんです。でも我々はそれは違うと主張しているんです。違うんですか？本当のアライメントというのは人工知能の側にルールを押し付けることではなくて、人間の側が具体的な文脈において実践の知恵を働かせることなんです。それこそがまさに文様なんですよ。つまり、どれだけ人工知能が賢くなっても、最後の現実世界との接着剤の役割は絶対に人間がやらなきゃいけないってことですね。その通りです。では、結局のところこれは何を意味するんでしょうか？明日、リスナーの皆さんが職場でチャット GPT のような人工知能ツールを使うとき、具体的にどういう心構えを持てばいいんでしょうか？どんなに微小な問題解決、例えばちょっとしたプログラミングのコードを書かせるとか、メールの作成に人工知能を使おうともですね、そこに常に2つの全体構造を見出してほしいんです。2つの構造。はい。1つは、なぜそれを行うのかという善のイデアですね。目的です。そしてもう1つが、それをどう行動に落とし込むかという文雄です。目的と現実への着地。人工知能という強力な知識の媒介を通じて、ただ効率的に答えをもらって学ぶ段階で終わるのではなく、そこから世界を深く理解する自然の知恵への覚醒へと至っていただきたいんです。自然の知恵への覚醒ですか？そうです。日常の些細なタスクであっても、人工知能を自分のなぜとどう行動するかをつなぐ架け橋として使うことができれば、人工知能はもはや洞窟の影ではなくなります。太陽へと導く力強い味方になるわけですね。いや、単なる作業効率化のツールじゃなくて、自分自身の人間性を深めるための踏み台として使う。これなら明日からすぐにでも意識できそうです。ぜひ実践してみていただきたいですね。ただのコピペをやめて、自分の頭でなぜを問い、自分の手で現実に合わせる。2000年以上前のプラトンの思想が、これほどまでに最先端の技術を乗りこなすためのガイドになるなんて、本当に驚きでした。我々としてもそこがこの探求の最もエキサイティングな部分だと感じています。さて、今回の深掘りの旅を少し振り返ってみましょう。人工知能が吐き出す完璧な答えは、私たちが盲信してしまえば、ただの洞窟の影になり得ます。しかし、それを正しく位置づければ、情報を整理し、私たちを上の次元へと押し上げてくれる強力な階段、つまり一般のイデアという媒介になります。その通りです。そして、人間の意志が善のイデアという目的地を目指して、文雄を通じて現実の複雑な行動に落とし込むことで、私たちは初めて人工知能を完全に瓦解することができる。これがプラトンから学ぶ人工知能との向き合い方でした。はい。我々の研究の意図を非常に明確にまとめていただきありがとうございます。こちらこそ素晴らしい試験をありがとうございました。さて、最後にリスナーのあなたに一つ思考を刺激する問いを投げかけて終わりにしたいと思います。はい。今日のお話から見えてきたのは、論理とか計算といっためんどくさい階段上りの作業は、これからどんどん人工知能が肩代わりしてくれるという未来です。じゃあ、もし将来、人工知能が人類のあらゆる一般のイデア、つまり知識や計算を完全に網羅してしまったら、一体どうなるでしょうか？それは興味深い問いですね。人間はもはや計算や論理の構築といった作業から完全に解放されます。そして皮肉なことに、純粋に、ではそもそも私たちはどこへ向かうべきなのか、善のイデアとは何かという目的そのものを問うことしか残されないのではないでしょうか。なるほど。つまり人工知能は皮肉にも私たち人類全員を強制的に究極の哲学者へと押し上げようとしているのかもしれません。あなたはどう思いますか？お聞きいただきありがとうございました。今回の内容が皆様のお役に立ち、何かインスピレーションを与えられたら幸いです。それではまた次回。